海外旅行に行くと留学も含め視野が広がるというか、どうにかなるかみたいな気分が増えるというか、それはね一個ある。例えばですよ、私の場合悩んだ時にもうどうしよう、どうしたらいいか分かんない、一方通行で考えてる時に、実は意外と反対から見たら意外とポジティブだったりチャンスだったりすることってあるけど、私は結構海外とかにパッと違う国とかに行ってみるとなんかどうにかなりそうみたいな気分になることがあって、なんか飛び出してみると別に海外じゃなくともどうしようってなった時にちょっと郊外に出てみるとかでも全然いいと思うんですけど、ただやっぱ違うものを見ると視野が広がる。でそれがもちろん海外であってもいいのかなと思いますし、海外に来ていろんな人と喋ってると、なんか例えば自分がじゃあ日本ではなんかできないとかって思ったとしても、意外と自分他の国に来ると自信がつくことっていう時もあります。日本人の得失だったり自分の得失って強みなんだみたいなところあると思うので、それが私がどっちも好きな理由です。日本も好きだし海外もいいなって思う。私が10代の時にアメリカに初めて渡った時に、その時やっとなんか自分らしい自分でいいんだみたいなっていうのにすごいなんかパッと覚醒したじゃないけど、そういうのを生活し始めて感じた。自分が思ったことを自分が思ったりしても別に問題はないんだよねっていうのはアメリカで思えたのはありました。やっぱ日本だったら流行りっていうものもあるし、ついていかないといけないのかなと思っていろいろ勉強した時もありましたし、テレビ、私もともと韓国ドラマをずっと見てたんですけど、両親の影響で。でもやっぱり日本のドラマ全く見てないと話がわからないっていう時は実際にねあるじゃないですか。これ見たみたいな話だからなんか見なきゃいけないかなと思った時ももちろんあったし、でもようよう考えたら別にそれはそれでよかったけど、でも別に自分らしく自分の好きなものを貫くっていうのも全然悪いことじゃないなっていうのは思ったし、何より自分が自分らしく発言できるっていうのはアメリカとかそういうところは進んでるのかなっていうのは思います。だって授業中とかもすごいですよ。でも日本でももちろん多分いらっしゃると思いますけど、日本ってやっぱりみんなの前で違う意見を言うことに対してちょっと抵抗があるというか、なんとなく躊躇するじゃないですか。これ後で聞こうかなとか先生。でもアメリカとかって普通に大講義室で教授が話しててプレゼンしてて、で大講義室何百人っている後ろにガーッと、そこでみんな躊躇とかせずに結構みんなはいこれ僕はこう思うんだけど先生はどう思いますかみたいな会議が始まって、日本でいうと空気を読めないような行動だとしても、海外だと結構みんな違うと思ったその場で僕は違うと思います、先生はどう思いますかみたいなので、そしたら先生も別にそこに対してもうそういうことは言わないでいいのみたいなこともなく、それに対してもうそういうの後にしてとかもなくて、そこでグッドクエスチョンだねみたいな感じで始まって、先生も知らない時は僕もそこはちょっと知らないから調べなきゃいけないところはあるんだけど僕はこう思うよみたいなディスカッションが始まるから、それってなんか別に自分は間違ってないっていう、だってグッドクエスチョンって言われたら別に自分間違ってるとは思わないじゃないですか。だからその一言ってすごいいいなっていうのはめっちゃ思いました。正直本当に思って、やっぱりまだなんかみんなにみんなと逆流を行くっていうのは難しいことではある。特に日本だとやっぱり島国だしね、みんな昔の流れでいくとみんなで村とかで一緒に生活をするっていう、だから共同生活が多分文化にあったから、それも別に悪いことじゃないと思うし、それも一つの特性として協調性があるとか共同生活ができるっていうのも強みだと私は思うんですけど、いいとこ悪いとこありますよねって思う。完璧な国はないっていうのが私の今のところ、まだ結論ではないですけど、いろいろ見始めてちょっと思ったのは、完璧な国ってないなっていうのは最近感じるところです。住めば都というか、そこにそれこそ郷にいれば郷に従えじゃないですけど、その国に逆流をして逆らおうとすれば自分がきつくなるというか、なんか香港ってエスカレーターも速いっていうぐらいみんなせっかちな人が多いような特徴があるというか、そういうナショナリティ一概には言えないけど人にもよりますけど、急いでみたいな人が多い国なんですよ。早くしてくれみたいな、もうせっかちみたいな人が結構いらっしゃって、でニューヨーカーもよく言うじゃないですか。ニューヨーカーは歩くの早いみたいな、日本でも言うじゃないですか。沖縄の時間の流れと東京とかは違うみたいな、それと多分似たような形で香港が早いけど、私はそこの早い国から今回タイに引っ越してきて、タイってどちらかというといろんな国の中でもゆったり時間が過ぎる国であると思うんですよ。だからいろいろなものに対して2倍違うような形で感じるっていうのが私が感じた。日本って多分真ん中にあると思うんですよ。なんとなくね、どっちにも合うような形なんだと思うんです。空気読むっていうのがあるから、多分早くしないといけないとかっていう察するっていうのが多分ある
るから、まあなんかそのどっち合わせるっていうのがあるからあんまり感じないんだと思うんですけど、とりあえず香港って結構全てのことに対して早く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 みたいな、もうほんと手叩かれてるぐらい早くやったり、ご飯とか出てくるのもね、こっちタイは結構やっぱりもう本当にゆっくり来る、もうそのお店に合わせてぐらいの形で来るから、最初はすごいいろんなとこで戸惑いました。人にも言うの分かってるんですけど、クーラーの清掃の時とか、クーラー清掃するまでになんかその、プロセスとかも結構こう時間がかかって、結局その掃除を始めるまでに時間かかっちゃったり、日本とかだったら電話して来られる時にはその日にエアコン掃除してくれるかと思いきや、今回3回目でやっと掃除が始まったかはい、だから例えばですよ、距離感も違うから何とも言えないですけど、配車アプリあるじゃないですか、グラブだったりボルトだったり、香港でいうとウーバーね、ウーバーって呼んでもまあ長くても15分ぐらいだと、そう15分って長すぎんみたいなレベルで、多分他の人にするみたいな、15分待ってないよねみたいなのが香港のノリというか流れというか、香港だったら本当3分後とか5分後とかに来るのが普通のイメージだけど、逆にタイって、渋滞も、あるから仕方ないけど、通常時でも10分以内って掃除されることってあんまないんですよ。配車アプリで結構な割合で10何分10分以上かかったり、だからもうこの時点で全然時間の感じ違いますよね。で長い時なんて25分、もう長かったら40分後にとか言われるから40分待って配車はちょっとと、逆に香港なんて40分なんて言ったらはいって多分なると思うので、そういうなんかその時間に対する感覚も香港で言うと結構気がおーってなんか先に行って、でも今日一日すっごい早く感じるじゃないけど、なんか分からんけど秒速ですごい迫られた感じがしたっていう日もあるし、こっちだったらなんか今日何したっけぐらいな感覚になる時もあるというか、だからいいとこ悪いとこはどっちもあるけど、結構ここの2つを比べちゃったから、私がこっちに慣れてこっちに来ちゃったから、結構ここになんていうの慣れるのに時間かかったっていうのがありました。時間通りに来るみたいなところでいくとやっぱ日本とかはすごいなと思うけど、逆に日本と韓国なんて比べちゃったらめっちゃすごいのが、韓国ってパリパリなんかカルチャーがあるっていうじゃないですか。パリパリって早く早くみたいなって意味なんですけど、国際免許あるじゃないですか。普通の日本やったら、運転の免許センターとかに行って、予約するか行って健康してもらうとかっていう多分プロセスになると思うんですけど、韓国はついに飛行機の発着の空港でできるようになってますからね。旅行行く前に免許を買い損ねたみたいな人たちのためになんか空港でできるみたいないうシステムができてて、いやすごい国だなと。だから本当にもうそこの場でパッとできるよっていう話ですよね。そう言ったら、いや日本ではそれなかなかそこ時間かかるというか、1日半日でも取っていかないといけない。免許センターで普通街中にあるわけじゃないじゃないですか。でも韓国らしいと思ったのは、それをパッとこう申請できる、すぐ出てくるよみたいなところですごいなと思った。韓国ってやっぱり国のサイズ感も日本よりちっちゃいし、結構国外に対してオープンなところはあるっていうのはよく聞きます。なんかマーケットとかでもやっぱ国内マーケットだけじゃ担えない部分が多いから外に出ていくし、韓国人は結構どこでもいる。韓国人って情熱、ファッションもすごいなって思う。そこに対してめっちゃ思う。チーズ美味しい。会社間で仕事をされてるね、日系の会社の方から教えてもらったんですけど、でよく言うのが、このパリパリ売りならケンチャナヨカルチャーがあるみたいなパリパリは結構こう早くせかすみたいなところで、結構韓国もせっかちな方も多いので、せかす売りならっていうのは自分たちの国ではっていうところを強く持っているみたいなところの意味だと思います。押し通すまではいかないかもしれないけど、やり方的なところがあるよっていう。売りならって私たちの国って意味なんで、売りならえそぬんって言って、私たちの国ではみたいな話って結構するんですよね。韓国の方するので、そういうところ。あとはケンチャナヨ、ケンチャナヨは日本語で直訳でいくと大丈夫、皆さんご存知だと思うんです。ケンチャナヨって多分大丈夫だけど、大丈夫って各国で塩梅違いますからね。韓国だけじゃなくて、大丈夫って直訳したらそのまま使えないことってある。例えばケンチャナヨは韓国語ね、中国語だったらメイウェンティ、問題がないっていう意味です。メイウェンティ、メイウェンティモーマンタイ、広東語だとね、マイペンライ、この言葉をね大丈夫だと思って侮ってはいけない。だから日本で言う大丈夫、例えば何かできますか、大丈夫ですよって言ったら、日本だとなんか大丈夫ですよって言うとできますよみたいなことあるじゃないですか。でもこれがこの国でもできるって認識してはダメっていうのに私は気づいたわけじゃないけど思ってて、別にその大丈夫って意味で使う人もいるんですけど、例えばねタイだとマイペンライって言ってると、その大丈夫って言ってるんじゃなくて、結構まあ怒んないでちょっと落ち着きなよ、どうにかなるさみたいな気持ちでマイペンライっていうのを使われることってあるんですよ。友達から送ってもらった記事で読んだのが、なんかとある作家さんがエアコン、それこそエアコンか冷蔵庫かなんかの修理にね業者
者さんに来てもらって、タイの人が来て修理してもらってたけど、なんか壁かなんかに傷がついたけど業者側がマイペンライみたいなことを言ってて、それ大丈夫じゃねえだろうと思って、大丈夫でどういうことと思ったけど、このマイペンライって大丈夫って意味じゃなくて、多分どっちかというとまあまあ怒んないで落ち着いていこうぜみたいな、マイペンライ大丈夫、マイペンライどうにかなるさみたいな意味でマイペンライみたいなことを使ってたり、モーマンタイでいくと中国の方って多分基本的に例えば上司から部下になんか大丈夫なのかみたいなことを言うと、絶対にモーマンタイとかメイウェンティっていう返答が返ってくるけど、裏を掘ってみれば実は問題がいっぱいあったみたいな。まあそれで日本でも多分大丈夫ですって言ってるけどやばいみたいな時ってあるとは思うんですけど、 100% モーマンタイメイウェンティって言われたから全部がうまく進んでるって思うと結構おおっていうことってあるっていうのが私が生活してて感じることです。なかなか信じられないですよね。全然ヨーウェンティーだよっていつも思ってました。メイウェンティーじゃねえよと思って、なんかヨーウェンティーってウェンティーっていうのが問題っていう感じなんですね。だからヨーっていうと問題あるっていう意味で、メイだとないっていう意味なんですけど、こっち書いてある、ここに見てくださいねメイウェンティとヨーウェンティ、いつも思ってた。いやほんまに問題ないんっていつもちょっと疑ってて、最近自分でも思うけど結構疑い深くなったかもって思ってるとこがある。例えばね、あれ旅行先に行ってランドリーですよ、ランドリー次の日に出来上がるとかって結構言うんですけど、次の日その時間に行ったらお店の人がいないみたいなことって結構あって、一回私それありましたよ。どっかで結構大騒ぎはしないけど、結構騒ぎ。なんでかというとクラビでね起こったことが、クラビって位置的にはここなんです。地図で多分見ていただけるとこの辺なんですけど、クラビの中にも船に乗ってちょっと移動していくレイリービーチっていう尖ったところにねホテルがリゾートがあって、そこって船移動なんですよ。港というか船乗り場みたいなところからすごい木製みたいな船にちょっと乗って行ったとこにリゾートが何軒か建ってるようなビーチがありまして、そこに一度お邪魔した時にですね、何日かいたんです。3日ぐらいかな。だから服が必要なわけで、でも服もそこまで持ってってなかったから洗濯に出そうと。でもその日にできる、もしくは次の日だって言われたんで考えて、遅くてもこの時間までにね受け取れれば大丈夫って思って自分で出したんですけど、まさかその時間に取りに行ったらまずいないんです、そのお店の人が。あらいないと。でもまだ時間ちょっと余裕あるって、もちろん余裕を持ってたわけですよ。そんなギリギリしすぎてできなくて置いて帰るわけにもいかないしと思って余裕を持ってたんだけど、またね1時間2時間してちょっとじゃあもうそろそろもう帰る前だからって取りに行ったらいないわけですよ。まだいないのと、今日閉店とかで他の店開いてるし、待って昨日約束したよねと思って、でも電話番号もないしみたいな形でどうするってやって、もう本当にそこからが騒ぎ。もうあと30分ないぐらいで船乗り場に行って行かないと予定時間に間に合わないみたいな状況になって、だって予約してるしみたいな、船もこれ変更するみたいな、どうするみたいななって待ったんです。その前でコーヒー飲みながら、でもそれでもダメだ、分かった、じゃあここのおばちゃんにたどり着くためにはどうするってなって、隣のお店の人に話しかけてみたら、このおばちゃんの連絡先知ってるって言って、ちょっと電話をしたいんだけど大丈夫って言ったら、シーブカムとか彼女は来るよとか言うから、いやでも私今必要なんだよ、時間なんだよねみたいな。で本当に隣のレストランのおばちゃんに電話をしてもらって、そのおばちゃんに。だからそのおばちゃんが電話に出てくれて、今すぐ行きますみたいな感じで、今すぐ行きますってと思ったけど、今すぐって言ったから、しばらくまたその目の前のカフェで待ってやっと空いたと思って、別に休みって言ってなかったのに勝手に休みみたいな形になってたし、時間通りにいないみたいなことが全然あるから、本当に余裕を持ってしないと。私だって余裕を持って選択を出してもこんだけ受け取れないみたいなことがあるわけだから。しかも私の場合じゃあ船を遅らせっていう選択肢があるけど、飛行機やったら遅らせられないわけじゃないですか。全てを余裕バッファーを見てねやってるつもりだけど、でもそのバッファーっていうのも日本でいう数時間とかじゃなくて、結構タイだったら数日ぐらい見ないといけないこともあって、ここの国ではじゃあ本当に余裕を持って逃されても大丈夫ぐらい余裕を持ってる方が安全っていうのは最近心に留めて生活してます。自分が目指してる、例えばですよ、相当いいサービスが受けたいのにもかかわらず、どこの国でもそうですけど、日本でいうのは立ちそば屋さんとか別にサービス重視じゃないわけじゃないですか。日本ってサービスが全体的にいいにしてもね、例えばローカルのワンタン屋さんにガパオライスやってる屋台に行って5スター並みのおもてなしを受けようっていうと受けられないわけじゃないですか。だからその期待値のところっていうのは自分の設定というか、何を欲しいからじゃあここまで出すみたいなところってやっぱ考えないと。ホテルもそうだけど、自分がめっちゃリラックスした
したいけど安いとこにしちゃったっていうとやっぱいろんな面でこれないのないのないのみたいなことも起こりうるから、ちょっと出してでも例えば送迎付きにするとかの方がなんかその旅行する時にその自分の用途を一旦見極めて、自分が今回の旅は何をしたいのか、例えばローカルのもの巡りでどんだけでも安く伝えたいというなら安く抑えることが一番の目的じゃないですか。だから別にそこで高いホテルに泊まると逆に不満足なわけじゃないですか。こんなサービスいらなかった。でも逆にすっごいリラックスしたくってもう誰にも邪魔されたくないっていう空間なのにゲストハウスに例えば行っちゃうと、これ逆で安くしようとして行ったがために逆に不満が生まれてストレス溜まっちゃうみたいなことあるから、その旅行って自分に合う合わないっていうのを考えて、そのホテル選びとか場所選びとか送迎付きにするかとかってちょっと払ってでもオプションつけるかみたいなとこって考えた方が満足がいく旅行ができるのかなってすごい思います。その自分で組む時もしっかり人と行く時もそうだし、でやっぱ友達と行くとなおさら友達の好きなものと自分の好きなものって違ってくるから、そこを例えば中和するとか、彼氏でもそうですし、一人で行くと一人でね予定組まなくてもいいわけじゃないですか。実際にそういう旅行も私好きだし、組むのも全然好き。でも組むとちゃんとそれってちゃんと集団生活になるわけで、何時にご飯食べようねとかって話がやっぱ必要になってくる。まさかそれをしなくていい人と行くかっていうのも一つのやり方だし、行きたいホテルでどんだけ出したいかっていうのもやっぱ違うからですね。バジェッティングの自分のって最後まで見ていただきましてありがとうございます。このチャンネルを応援していただける方はぜひチャンネル登録、そして高評価よろしくお願いいたします。それでは次の動画でまたねー。